なんだろうね、変なやつだよね。自分の好きなものなんですけど何ですか？年取ったのかな？なんか脱線してくよね。やる一緒に。てっ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 てうしょ。やっほー。小原の部屋へようこそ。今回は私のこだわり、いろんなこだわりについてお話していこうっていう動画になるっていうことなんですけど、いろいろお話していこうかなって思うんですけど、家に帰った時、家の空間は好きな空間にはしておきたいから、高い家具はないけど、なんか自分のいいなと思った照明とかソファーとかテーブルとか、なんかそういうのに囲まれて癒されてるのかな。家は好きなもので溢れているっていう感じなのが自分のちょっとしたこだわりだったりするのかな。朝絶対やることってのはない。みんながやってる朝起きて顔洗って歯磨いてとか水飲むとか、そういうのはあるけど、朝絶対に発声をしてから行きますとか、喉を温めてからとかはない。なんか結構繊細な役を求められていて、それが午前帯の収録に入ってるって時は朝5時とかに起きてっていうのは前あったけど、基本的に今アフレコは早くて10時、遅くて12時とかもあったりするんですけど、そんなに早朝っていうことはない。だいたい8時とかに起きて支度していく感じだから、朝絶対にこれはっていうのはないかな。あとは謎に家で踊ったりしてる。でもその踊っている姿を見たことがあるのは猫たちしか知らない。毎回踊り出すと本当に驚いている。誰に向けて踊ってんのみたいな。誰にも向けてないんだけど、動画なんか撮っちゃったりとかもしてないんだけど、なんかストレス発散になるんだろうね。全然振り付けとかもないよ。でもそれがストレス発散なんだろうね。一人だけいる。見たことあるの。弟。実家住んでる時にリビングでなんかこうやってやってたら、なんか動画撮ってケタケタ笑ってた。何それとかって。やる一緒に。やらないって言われて。TikTok とか見てると、なんかある程度短い尺感で、しかもいいところの曲のサビの部分とか踊りやすいとこで切り取られてたりするじゃん。だからそれを見よう見まねでやったりとかもあるし、真剣に鏡に向かって自分を見つめてってやるとこっぱずかしくなるから、それもしない。何なんだろうね。こだわりダンスもない。なんだろうね。何なんだろうね。変なやつだよね。独り言も多いし。買い物とかこだわりで、例えばバッグは絶対ポッケがあるものを選ぶとか、なんかそういう買い物のこだわりとかありますか？家具とかになると正直値段を気にしなきゃいけないんだろうけど、値段は気にしない。長く使うものって考えると、そんな頻繁に冷蔵庫買い替えたりとか掃除機買い替えたりとかしないじゃない。だからお家インテリア好きだったりするから、デザインはめっちゃこだわっちゃったりするかな。性能はいいけど見た目がダセーって自分の中で思っちゃったりするとってなるから、ちょっとなんか見た目もおしゃんな感じで機能性も見てっていうと、やっぱ必然的に値段が上がるから、でもこの洗濯機と5年以上のお付き合いって考えたらまあみたいなのとかがあるから、家電系は値段を気にしない。洋服とかは逆になんかブランド物とかっていうのは正直あんまこだわりがない。全然なんか通販めっちゃお買い物するし、無印も好きだから、みんながよく行くみたいなお店で買い物したりするから、でもずっとこれはつけてるかも。こだわり11年2年ぐらいつけてるかも。アジアン系のショップで買った400円なんだけど、これはなんかつけてないと落ち着かない。そわそわする。ありかが分かってればいいんだけど、たまに外に出て、あれつけないで出たんだっけ、落としたのかってなって、つけてると落ち着くんだろうね。一応壊れたりなくす、割れるとか考えて、一応そっくりなスペアみたいなもう一個持ってんだけど、活躍したことがない。ヘアケアは一式自分が行っている美容院のシャンプーを使ってる。私が行ってるのは表参道にあるシエカさんって美容院なんだけど、シエカさんが出してるシャンプーとトリートメントシリーズがすっごい好きで、香りもいいし、あとは髪との相性もいい。あとはなんか香りにこだわってる気がする。香水とかヘアオイルとかも
たまにちょこちょこ入れ替えたりするんだけど、基本は同じものを使ってたりとか。最近だからお口の香水みたいなのも始めた。ドラッグストアで売ってるやつだとなんかブレスケアとかってあるじゃん、グリーンの。あれのピンクバージョンが売ってるの。あれはなんか口に3粒ぐらい飲み込むとなんかバラの香りがするやつ。でも自分がさ、なんかその口の香りって分かんないから気休めなんだろうけど、一応気をつけてはいるんだけど、ちょっと生々しい話になっちゃうかもしれないけど、絶対に制汗剤は家にストックが置いてないと、夏以外も365日絶対に制汗剤は使ってる。朝起きて何にもしないって日も多分習慣になってるんだろうね。制汗スプレーを絶対にしているかも。あとはちっちゃい時にずっと長い期間歯医者に通わせてもらってたから、矯正して、なんだったら歯の手術してとかいろいろやってきた。全部自分の歯なんだけど、これだけ歯並び綺麗にしてもらったからこそ虫歯ができやすいの。遺伝的にも綺麗な歯並びだからこそくっついてるから、綺麗に。だから3ヶ月に1回は歯医者に行くようにしたっていうのは最近のスタートなんだけど、フロスは持ち歩いてる。なんかちょっと食べただけで野菜引っかかったりとか、もやしとか、なんか絶対毎食何か食べると絶対何かあるの。でも気になっちゃうからフロスは持ち歩いてるかも。あとは絶対お薬は持ち歩いてる。人に不快感を与えないように振る舞う。こんにちはって。母親は外面がいいって言うんだよ、それはって言ってたけどでも外面って大事だよねって。大事だよって。分かったって。あとは靴は可愛いって自分が思うものを履いてるかな。なんとなくで買った靴っていうのはないかもしれない。一目惚れしたか、あとはいろいろ合わせやすいか。イベントで履くときハイヒールが多いから、その時にいろんな衣装に合わせやすいかとか。あ、最近はこれとお友達です。マジでこの量を持ち歩いてる。最初で人の見た時、うわでっかいの持ってるとかと思ったんだけど、最近水をよく飲むっていう風に気をつけてからは、今日はちょっと全然飲めてないね。でも普段だったら、今ちょっと夕方のもう6時ぐらいとかなんですけど、この辺までは絶対行ってる。変わりましたか、何か。あ、でもむくみにくくはやっぱなった。なんか劇的にすっごい痩せましたねってのはない。なんか徐々にすごいいっぱいいろんなのを我慢してっていうよりかは、生活スタイルを少しずつ変えられたらと思って、まあ正直その 1.5 以上のお水を飲むって最初はしんどいんだけど、飲むようになる。アイスコーヒーも飲めるようになりたくて飲めるんだけど、前だったらカフェオレ絶対マストだったんだけど、乳製品をちょっと我慢しようみたいにしてから、アイスコーヒー飲むと、ダイエットとかにもいいよとかっていろいろ聞いたことがあったから、じゃあと思ってやったら飲めるようになった。でも最近の流行りは水出しコーヒーはやっぱ飲みやすいですね。そのぐらいです。なんかこだわりあります？あるかなありますか？いっぱいある。ありそうこの間こだわってないものってあるって聞かれて、逆にだからそういうこだわり、そういうの分かるから、すっごいいっぱいあるわけじゃないけど、でもさ、みんなそれぞれ何かしらこだわりがあるじゃん。誰かとじゃあ一緒に住みますとか、ルームシェアとかよく聞いたことあるけど、お友達とルームシェアって考えた時も、何この家具置くのみたいな、ちょっとでも思われると、なんか何とかっていうのはないけど、周りをこういつも見ていたりするから、ってなっちゃうのが怖いんだろうね。そんなに変なのかなみたいになると怖くなっちゃうから、自分の好きなものなんですけど何ですかっていう気持ちもあるとは思うの。でもなんかその否定されたっていうのに傷つくのが怖いんじゃない？だからなんか全てをクリアして一緒に暮らしてますっていう人を見るとってなる。こんな YouTube メンバーでルームシェアしてって言われたらできる？面白いんじゃないですか。なんで賛同するの？自らやってくれそう、やっぱり偉い人って。なんで今褒めたたえる？すごいすごいよねって誘導されて、よいしょされて。1ヶ月とか住める家あるよ。三鷹の方にさ、養老天命反天地行ったじゃないですか前。こちらの物件に1ヶ月住めるみたいなのがあって、床がもう平行じゃないの、ボコボコしてる。でもトイレとお風呂丸見えなんだ。吉祥寺か三鷹にね、そういう不思議な物件があるの。すっごいカラフルなの。なんでこんなにルームシェアしたがってんだ。別にいいです。この前一
弟を毎回そうなんだけど、来た時感動した。私より起きるのが早いの。あの子が起きた時に私も起きた瞬間があったから観察してたの。寝たふりして。したらで起きて朝の顔洗うなりトイレ行くなりとかした後にスーって戻ってきてベッドメイキング始めて、ベッドメイキングっていうか自分のその布団よいしょっつって畳んで、布団も綺麗にこうやってよいしょっつって、枕もなんだったら綺麗に乗せて、でちっちゃい声でよしってそれで私に見えないように扉をスーって閉めて着替えて、貸したパジャマも綺麗に畳んで枕の上にポンって乗せてつって出て、私を起こさないようにずっとリビングの方で過ごしてた。びっくりする。でも実家に行くとそうかっていうとちょっと緩くなるの。そんなベッドメイキングめっちゃするってわけじゃないから、やっぱもう人様のお家っていう意識があるのかもしれないね。この前2人で話してたんだけど、若干なんか緊張してるの。だからね、なんでお姉ちゃん相手に緊張してんの？だってもう上京して定期的に会うっつってもまあ何ヶ月に1回とかだから、緊張するようになったよねみたいな言われた。可愛いですね。いくつ下でした？ 10個。今24かな。びっくりするぐらいいい子だよ。以上です。全然話変わる。今日撮ったくだりの動画全部話それる。年取ったのかな。なんか脱線してくよね、女性の会話って。なんだったっけ、こだわり。まあそんなもんかな。多分もっとあると思う。または出てこないかな。なんか可愛いって思うアイテムを集めています。以上です。はい、ということで今回ここまでです。またお会いしましょう。バイバイ。